宮崎県は九州南部の太平洋側に位置し、沿岸の海は日向灘と呼ばれる。広大なサーフに河川、そして磯も数多く存在する自然豊かなフィールドである。今回アウェーの洗礼に挑戦するのは寺岡久人。愛媛県在住の寺岡は自らをしまなみ海道の釣り師と呼び、地元大島にこだわって釣りをしてきた。アウェーの経験が少ない寺岡、宮崎県のシーバスをどう攻略するのだろうか。寺岡久人の挑戦が始まる。アウェーの洗礼、ルールは次の通り。乗降エリアは編集部が指定した宮崎県全域。期間は移動を含め3日間。3日間の実乗時間中、6時間のホテル休憩を必ず2回取る。その他のルールはご覧の通り。そしてさらに今回は取り組んでほしいミッションがあるという。集合場所にてスタッフからミッションの入った封筒を手渡された。本当今知るんですね。アウェーの洗礼ミッション、まず1つ目、60センチオーバーのシーバスを1本キャッチで、ミッション2、アウトスター 125S、 フリッド 90S125S で、スカーナッシュの 120F、 140F、 上記いずれかのルアーでシーバスをキャッチで、ミッション3、河川でシーバスをキャッチとのお題でした。まあ一番難しそうなのはやっぱ河川ですよね。僕のホームって河川がないんです。ですんで経験値はめちゃくちゃ低いです。それこそもうこの20年以上釣りしてきて河川で釣りしたのって4回かそんぐらいです。ただまあなんとなくのイメージはもちろんしてきてるし、で河川の立ち回りも一応考えてはきてるんで、まあもうあとは全力で現場合わせで挑んでいくかなっていうような感じですね。河川で60アップでアウトスターとか、新編で取ったら全部一気にクリアできるっていう感じじゃないですか。やけんやっぱり河川メインで一旦やってみたいなっていうのはありますよね。本当はね、道中 G 速がめちゃくちゃええ感じで晒しが出とってやりたい気持ちはあったんですけどね、ミッション優先なんで、だだっ広いエリアでこう Googleマップとかで見てもそうなんだけど、どこを狙っていいかちょっとわからないっていうところがあって、ただ川幅が狭くなる、このちょっとちっちゃい川になってくると、流れもそれなりに走るだろうし、でピンスポットは選びやすいのかなっていう印象はあります。で、前日前々日の天気よく知らないんですけど、道中ねめちゃくちゃ川が濁っててですね、で大きい河川よりも小規模河川の方が回復は早いっていうのは聞いたことがあるんで、そんなことも加味してこのエリア、この河川に行ってみたいなと思って。まずは河川にターゲットを定め下見に向かう。うわ、めっちゃ釣れそうだけどな、ここ。最初に向かったのは県南部の広瀬川。この界隈で干満差が 1.5 ぐらいらしいんですよ。でそんなめちゃくちゃ水量が多い川じゃないんですね。で一見どんぐらい雨降ったか分からんけど増水しとる雰囲気はないですよね。下げ潮、今も潮が止まって道始めぐらいだと思うんですけど、まだ下げの名残があるじゃないですか。満潮から下げ始めて5分ぐらいやったら多分もっと流れ走ると思うんですよ、ここ。ここ夜相当良さそう。でも潮止まり直前でこの流れですからね、まだ多分川の水で全然出よると思うんですよ。こういうふうにぶつかっとる、ここでこれないとやりたいですね。
寺岡入念に下調べをしていた。で艦長橋脚やれる。気がついたことをノートに書き込む。どうやって行くの？広瀬川の河口から中流域へ。そして堰の様子もチェック。いや行けても浅いっすわ。水が少ない。仮に満潮でダイレクトに 1.5 海が上がってここも 1.5 まで上がるんならやけど、あんまり仮に上がったとしたら堰の効果もうないっすよね。河川は水量の少ない干潮の時間、海沿いを移動しながら気になる磯の様子を見に行く。週末ということもあってか、目的の磯にはすでに釣り人の姿が。で一つ分かったんが、鬼の洗濯板は道3分ぐらいまで上がったらもう一番おいしいとこもうすでにやれんのんすね。この潮位でまだ道始めてちょっとしか経ってないのに満潮しか行けない、やと思う。磯へのアプローチは諦め、まずは河川から釣りをスタートすることに決めた。下見をした広瀬川へ。よし行きましょう。寺岡、晒しの広がっていた左岸側に入りたかったが、ここはあいにくの立ち入り禁止エリアであった。仕方なく右岸側のルートを探す。なるほど。こちらは橋の脇に階段があり、容易に入ることができた。河口側に小さな岩場を見つけ、ここを最初の釣り竿に決めた。思ったより外向いて出てるね、流れが。シャルダスなんかもええかなと思うんやけど。でアウトスターからこれがね、あれお題にあったルアーですね。これで釣ってこいよってやつ。まずこれから入れてみたいと思います。とりあえず流れ掴んでどの程度の強度なのかと。うわ結構長い効いとるわ。とりあえずなんとか背の上引いてみます。背の上と背尻で流れがこう流れよんで、多分でかい魚はこっち側の背尻についとると思うんで、そっち方向。まあナイトやったらただ流しでええんやろうけど、ちょっと誘い入れつつ不規則に探っていきます。うわまあまあ流れとるね。意外なほど外向いて出よる。多分この真正面が合流点かな。流れと波の。あーずっしりと重たい。よう流れとるわ。これはないと釣れるよ多分。ここ道でもええねこれやったら。でも下げの方がもっとぶっとい流れが走るんで、これは完全ナイトのポイントやね。このポイント、上げ潮でも思った以上に流れていた。でこのテトラ帯は足元付近もう泥が巻き上がって底荒れ気味になってますね。波がぶち当たって。
でも境目とかももしかしたらワンチャンあるかもしれんけどね。アウトスターじゃないような感じがするな。ちょっと一旦水深測ります。なんかかかった。早巻きでかかったぞ。えらい叩きをすれかな。死ぬ。そっから行こうか。ここか。この波に乗せていこう。わあ、メッキ。よっしゃー。初めて釣りました。メッキ。綺麗なね。エヴァ。綺麗なね。でも道潮でやっぱこういう魚が回遊系がおるってことは入ってきよんやね。感じやね。ナイトはあると思うわこれ。はい、アウトスター開始5分ぐらい。この魚結構入っとんかもしれんですね。でもこういう回遊系が入ってくるってことはこの道潮やっぱ期待できるポイントなんかもしれん。でこれにプラス、今から夕間詰めで香料が入ってきて、いろんなね複合的要素が入ったらシーバスもあると思う。こいつちょっと早く弱りそうなんで早々に逃がしたいなと思います。2つ背があるのよね、この手前と沖と。ベイト飛んだね。今こんぐらいのベイトが今そこ飛びました。当たったよ。いやでもこうなってきたら背尻の方でレンジ入れたいね。もうちょっとねレンジが入るシンキングペンシルにします。でさらにちょっと小粒、ちょっとファットで短い、なおかつヘビーシンキングなんでアウトスターよりもサクッとレンジは入れやすいバリストっていうシンキングペンシル、これでいきます。これは結構重たいんでここからね徐々に着水点を右にずらしながら背尻狙っていきます。当たった。ポールからの早巻きに切り替えた瞬間、しかも今のサイズええよ。歯型がついとる。これね、ここと裏側と死ぬかタイがおるかどうかわからんすけどね。当たった。今もうこれハンドル巻かんでええぐらいもうずっしりと流れがある。チャンスタイムなんやのか。小休憩を挟み暗くなってから再スタート。橋脚と明暗周りを中心に打ったがピックアップでワンバイトがあったのみ。21時前1日目の釣りを終了した。2日目5時40分にホテルを出発。
昨日の広瀬川の手応えについて聞いた。生命感はなくはなかったんですけどね。ただ鈴木っていう点においてはちょっとアジャストできなかったというか、いるかいないかもわからん感じだったですね。で今日は耳川っていうね河川に行ってみたいと思います。2日目は狙いを変え県北部の耳川へ。耳川は都市型河川ではなく山間部からそのまま海へ流れ込む自然の風景を残した河川である。そのアクセスがしやすいというかエントリーしやすそうだったんですよ。で今回このロケに関してはそれすごく重要かなと思ってて、時間がねあんまりないんでね。おー川だ。当たり前やけどなんかすごい新鮮っすわ。これだけでちょっとなんかテンション上がるな。うわ見て、なんかバスクリーンみたいな色しとんですよ。こんなもんなんかな日頃から。まずは河口にほど近い漁港へ。すごい色でしょ。この色が日頃からそうなのか濁ってこうなっとんかはわからないです。そして河口から2つ目の橋を目指す。橋脚足元あたりまでエントリーしてきました。で濁りはねやっぱり入ってるんだけど、ある程度流れがあるのとで、朝一ということで水面付近からガボッツの90ですね、これでやってみたいなと思います。でね今ね上流の方から下流に向かって流れが出てる状態で、地形としてはここはね一番狭まってる、海から一番近いところで一番狭まってるんで、おそらく流れはここが一番出てるだろうなって感じ。時折ポッピングしながら。これは移動でもいいかな。10分ほど橋脚のポイントを叩いたが反応を得られず、地元の人に声をかけてみると魚が集まる排水溝があるという。私有地を通るが許可をもらい排水溝へ向かう。排水ってだけでちょっと可能性は感じますよね。こういう場所はもうお題のルアーで行きたいね。スカーナッシュの120で行きます。一番フレッシュなタイミングでお題のルアー入れて、でこれでダメならシャルダスとか足元からゆっくりもう誘えるルアー、沈んでいくルアーで流れの根元狙う感じでいきます。このテトラの木は狙います。出たね今。こんぐらいやけどおった。出たよ。ちっちゃいね。もう一回いきます。ブレード系かな。シャルダスでいきます。シャルダスでゆっくり流し巻いてみます。ピックアップ寸前、テトラ際でバイトがあったが乗らず。さっきの魚ここね、ここにおった割とこのテトラとかキシギはねついとんかもしれんね。でもここは夜来る価値あるね。
排水溝の上流側エリアを探る。もうこれで足元全く見えんすからね、すごい透明度はめちゃくちゃ低い。おお、ちょい飛ばしたいけどな。このね、まあカメラには映らんと思うけど、この線沿いにねずっと何かしらベイトっぽいのがいます。あら、だいぶ水下がった。相当水減っとるっすね。来た時より水位下がっとる。 Google マップを頼りに中流域のエントリーできそうなポイントへ。さあワクワクするね。やっぱね、流れがあるとねテンションが上がるよね。もうこれぐらいの流れなら全然僕対応できるんで、ここでがっつりやっていきますよ。まずはちょっと扇状に。ああいうとこ釣れそうだけどね、流れが巻いてねいい感じで溜まってるんですよ。ズドンと一直線に走る流進があって、その周りは反転流が囲むみたいな。さあでもチェイスとかも全くないよね。はい、アウトスター行きます。これでね、飛距離出して、でなおかつ水面下をゆっくりと流します。うわ、出た出た、掘ったよ。おるおる。今ね誘って止まった瞬間、おるわ。かからんね、悔しい。あーくそ、マジか。足元からね4メーターぐらいでこう C の字で流してて、ゆっくり流してトントンステイトントンステイ、誘い入れないかんだよね。マジか。中流域で初めて得るシーバスからのコンタクト。心臓の鼓動が止まらない。ルアー触ったよ。こんな土日中で反応するんだ。見るからにね結構長くて、しかもね白っぽくて超綺麗な魚でした。すげえ。でもこんなとこおるんだ、びっくりするわ。バイトがあったエリアを中心に丁寧に探るも追加のバイトは得られず、14時休憩を挟みナイトゲームに備えることとなった。16時半休憩を終え夕間詰めのポイントへ向かったのは、お昼過ぎにバイトがあったエリアのさらに上流域。低い堰のあるポイントだ。午前中行ったポイントよりもさらに上流域やってきました。堰みたいな感じかな。魚がいることが分かったんでね、さらに上流来てみました。浅いんやね。でね、なんとなく感じるのは、誘い入れないと
割と口を使わないっていう感じを受ける。相変わらずこの辺りも濁り上流域すごいですね。ほとんど透明度はなくて、もうほんとそれこそ30センチも下は見えない感じ。さあ日没が近いですね。暗くなったらちょっと移動したいんですよね。もうちょっとやります。よし、ちょっと夜に向けて移動します。日没後やってきたのは朝に来た排水溝周りのポイント。さあちょっとね排水周りはね何も見えないんであんまりダイレクトに狙えないんですけど、はいはい、橋脚エリアまでまた歩いてきました。でねここがおそらくこのエリア一番流れが効いとんじゃないのかなと思います。特にね照明があるわけでも何でもなくて真っ暗の橋脚周りです。やっぱりね向こうよりだいぶ流れ効いてます。ベイトらしいベイトはね全く見えないです。もうここに来てからずっとマイクロみたいなのはね流れ込みのとこにいたけど、で近隣住民の方に伺った話ですと、ここのとこ2年ぐらい前の台風からずっと濁ってるらしくて、本当はこのエリアめちゃくちゃ水が澄んでて綺麗なところらしいです。で今ねささ濁りじゃないけどちょっと緑がかった濁りが出て、これはもう2年ぐらい前からずっとらしいです。早めにナイトを切り上げて明日のデーにかける方がいいのか。あとね6時間は休憩しなきゃいけないんですよ。目に見えて分かる情報量が多いデーゲームに絞る方がいいかもしれないなとも思ってます。以前濁りのせいか生命感の少ない耳側。しかしここでボイル音が。いやあれは鈴木じゃないと思うね。ボラやね。ボラがおるんやったら鈴木おってもおかしくないけどね。っていうか今のは何やろね。赤目びっくりした。なんかあったんやないですかただごとじゃない鳴き方しとったけど怖い。稚鮎がおる。ここに溜まっとるってことは昼時馬の背に溜まっとったベイトは稚鮎やったんかな。ほらほらこれそうやろ。ほらほら数は少ないがベイトの稚鮎は確認できた。しかしボラの跳ねる音以外相変わらずの静かな耳側。正直ねそれナイトゲームの方がええんやろうけど釣れる気してないです全然。今ねめっちゃいい流れで釣れる流れだと思うんだけど反応があまりにもなさすぎるのと、ボイル音も聞こえないので、そういう点においては釣れないだろうなっていう風に考えてもいます。でこのまままだ下げは効くんだけど、で夜もねまだまだ時間はあるんやけど、
ままやってもなんか明日のデーが結局できなくなったらって考えるともったいない気もするんで、ちょっともう今決めなきゃいけないんですよ。朝まずめやるならね。迷った末、朝まずめに釣りをするため21時ホテルへ戻ることを決めた。ついに3日目、5時にホテルを出発。最初に向かったのは排水溝のポイント。おったら出とるけどね。もう一頭だけ木は投げたら移動します。よし、わあ出た、おったわ、出た。ゴミの木はリフトで出たね。もう一回行くわ。ただね、根がかる寸前なんよね。またしてもピックアップ寸前でのバイト。でも距離があるんよね、ここ。ルアーにはね全然触ってないんやけど、チェイスしてきて回収寸前で慌てて追ってきたって感じで、一瞬シャルダスがね水面に出てバジング気味になる瞬間、続いてすぐ隣、昨晩数は少ないながらも血合いを抜いたポイントをチェック。巻きし際に血合いが溜まっとんで、7時50分、昨日のお昼頃バイトがあった中流域のポイントへ。はい、スカーナッシュ 120F です。これで、岩のねアップ気味に入れて早めの巻きで誘います。このね岩に当たってよれができてんで、そこについててもおかしくはないと思うんやけど、ちょっとここからは本命なんで丁寧にいきます。反転流がここまでやってきたね。今そこやったのここまで伸びてきてる。流進の勢いが増したんか。さあここから本命やね。昨日反応があったとこ、当たったんはここから立ち位置的には、下流側に20メーターぐらい歩いたとこなんやけど、もうこの辺でゆっくりしたただ巻きからのトゥイッチで誘いでブレークからバーンって出た感じ。ここから丁寧にまた行きます。本命のポイントに差し掛かるがシーバスからの反応はない。よし、ちょっと
場所移動ですね。で一旦車まで戻って立ち回り考えます。まあ残念。移動。中流部の入れるポイントを探し欄岸。ジョルティの 22g これでねいきます。ワームで食わせに行きます。いたらね一撃やと思うけどな。いかにもいそうだけどね。最後は排水溝のポイントへ。12時40分、帰宅までの時間を考えるとここで終了となった。終わりますか。気配はないですね。最後までなかなかうまく立ち回れず悔しいですが、もう時間も時間なんでこれで終わりたいと思います。すごく刺激的で楽しい3日間ではありました。ただまあそれだけではなくてね、体的にも精神的にもまあ追い込まれた感じはありましたね。正直もっと河川魚濃いのかなと思ってました。それこそ、釣りしてたらスズキが見えたりだとかね、そういう確認が取れるかなと思ったんですけど、そんなことなくて実際はなかなかそこはイメージと全く真逆でした。大きいのは実際釣ってはないんですけど、上流域なのかな、中流から上流ぐらいのところでスズキの反応を得ることができました。で実際それは、目の当たりにしてて、もうスズキはこうルアーにバーンってかかりはしなかったんですけどね、出た瞬間にこんなとこも本当におるんだっていうスズキがね、それはなんか自分の情報としてしっかり自分の目で見たんで、めちゃくちゃ大きな情報です。それこそ雑誌やねテレビでしか見たことなくて、なかなかそんな上流におるなんてね、僕ら地元河川ないんでイメージなかったですけど、そこはね、その実際見れたことはめちゃくちゃ大きいです。まずは、今回ブルーさんね、こんなチャンスいただきありがとうございました。撮影もねスタッフの皆さん本当にお疲れ様でした。最後までね、付き合ってくださり感謝です。で同時に、申し訳ない気持ちでもいっぱいです。で今後、こういうチャンスがあるならまた今回でね、得るものは確かにあったし、このアウェーの洗礼っていう企画自体の向き合い方っていうのも多少分かったところがあるんで、1回目より2回目みたいな感じでね、うまくいける、立ち回れるような気はしてます。正直悔いは残ってます。めちゃくちゃ悔しいです。だけどお題に沿って忠実に、そこから逃げずに釣りできたっていうことは、自分の中ではそこに関してはやりきった感はあります。はい、また機会があれば頑張りたいなと思います。ありがとうございました。